こんにちは、ふーです。去年の5月にこのランクルが納車されてから1年が経って走行距離も2万5000キロほどになりました。今回は北海道、東北、四国、九州と車中泊をしながら日本中走り回って分かったランクルのいいところ、悪いところを紹介していきますね。早速紹介に入りますね。私のランクルは年式は令和6年、型式は GDJ76 です。復刻版の位置づけなので先祖の70たちにデザインも似ていてかっこいいですね。ちなみに当時の70の新車価格は280万円ぐらいだったようです。発表された時に借金してでも買いたいって動画でも言ってたんですけど、受注開始日にディーラーに行って1年待ちで納車されました。お兄ちゃんとの共有で所有しています。今は再々販の70ともすれ違うことも多くなってきたので少しずつ納車されていってるみたいですね。このランクルはグレードは一つしかなくて AX というグレードのみです。AX グレードで必要な装備は揃っているので特に困ることはないと思いますよ。内装はシンプルで実用的、武骨で最高にかっこいいです。豪華さなんて必要ないのでエアコンの調整もアナログですよ。このランクルはほぼ純正の状態で乗っているんですけど、オプションでナビ兼バックモニターだけついています。そういえば最近バックモニターの調子が悪いんですけど、原因わかる方いますかね。後部座席側は全て居住空間にするために後部座席を取っ払って自作ベッドキットを載せています。フークオリティの素人 DIY なのでガタガタ揺れますが1年使っても壊れることなく快適に過ごせたので良かったです。何よりも70のベッドキットって専用品を買うと20万円ぐらいするんですけど、私のはホームセンターでかき集めた資材で作ったので2万円で済みました。ちゃんと座って生活できるぐらいの高さが欲しかったのでなるべく床板が低い位置に来るように作りました。作り方は単純で安いエレクターパイプと OSB 合板を組み合わせただけです。設計ミスでところどころパイプの長さがずれていますが1年間問題なく使えていますよ。床板が OSB 合板ってことで硬くてお尻が痛くなるので次作り変えるときはクッションのようなものを貼り付けようと思います。そして一番後悔しているのが窓にスモークをつけなかったことです。オプションでスモークもあるんですけどレトロな見た目にこだわった私は実用性を無視してスモークをかけなかったんですよね。これは大変なミスでプライバシーもなければ夏は灼熱時刻、後付けで貼ろうか迷っています。そして後部座席の窓は手動で開けられるようになっているんですけど車中飯を作る時とかの換気にめっちゃ役立ちます。この時期は鬱陶しい蚊が侵入して腹立つので蚊帳を貼り付けました。これでストレスなく換気できますよ。次はランクル70に1年乗ってみて良かったところ悪かったところを紹介しますね。まず良かったところを紹介します。良かったところ1つ目は居住空間がとても広いので旅の選択肢が広がりました。例えばこの夏に九州一周してきたんですけどポータブルクーラーがなきゃ実現できませんでした。クーラーはでかくてスペースも使うのでこれを置いて生活空間も確保ってなるとジムニーだと少し厳しいんですよね。夏の旅を可能にしているのはこの広さです。2つ目は航続距離です。このランクルの燃料タンクは130リットルとかいう化け物サイズなので関東から北は札幌、西は鹿児島まで無給油で行けるんですよ。いちいちガソリンスタンド寄る手間も省けますし高速道路の割高な燃料はなるべく入れたくないので今回の九州旅で改めて航続距離の重要性を感じました。良かったところ3つ目はディーゼルエンジン最高です。私はディーゼルエンジンの車に乗るのはこの車が初めてだったんですけどトルクがいかれてて最高です。私の旅は山奥の僻地に行くことが多いんですけど上り坂で鬼トルクのありがたみを感じることが多かったです。1回の旅で数千キロ走る私にとっては燃料代が安いのもめっちゃ助かっています。4つ目は信頼性です。地球上で最後に走っている車はランクルだっていう言葉があるぐらい世界中の過酷な場所で使用されていることもあって一生乗り続けられるんだろうなっていう安心感がありますしどこへでも行けるような気がします。そして私は旅の途中山奥の険しい林道を通ることが多いのでそんな時も信頼できる耐久性は乗っていてとても安心できます。
まだ2万5000キロしか走ってないので、ランクルにとっては赤ちゃんみたいなもんですけど、もちろん不具合もありませんし、長旅でも安心して運転できます。5つ目は武骨なデザインとシンプルさです。これは人によってはマイナスかもしれませんが、内装がとてもシンプルで余計なスイッチがついてないのがいいです。新しい車はいろんなボタンや機能がついていて少しややこしいんですよね。必要最低限ではありますが、特に不便なこともないので問題なく乗れていますよ。次は悪いところを紹介していきます。悪いところ1つ目はめっちゃ揺れるところです。ランクルのサスペンションは板バネといってトラックと同じ構造になっているんですよね。その分信頼性は高いんですけど、コンビニの出入り口のちょっとした段差や道路の凹凸でめっちゃ揺れます。四駆乗る人なら全く気にならないと思うんですけど、後ろにポタ電とかデリケートなものを積んでいるときは気を使います。2つ目はアドブルーンの補充が必要です。ディーゼルエンジンの排気ガスを浄化するためのアドブルーっていう薬剤があるんですけど、これを定期的に補充しないといけないんですよね。補充せずにアドブルーが空になるとエンジンがかからなくなります。1万5000キロほど走ると補充が必要になります。10リットルで2000円ぐらいなんですけど、ガソリンスタンドなんかでも補充してもらえるそうですよ。あと気になるのがアドブルーの補充口がここにあるんですけど、鍵とかかからないのでちょっと心配になりますよね。いたずらされたら怖いですよね。悪いところ3つ目はボンネットが長いので運転が大変です。究極にかっこいいこのデザインですが、いざ運転席に座るとボンネットの長さに驚きました。この手のひら一つ分はみ出したバンパーも運転席から見えないので不安要素です。どうしても見えない時なんかは車を降りて確認することもあります。例えば駐車場でのこんなシチュエーション、明らかにぶつけそうですが、実は余裕を持っていけたりするんですよ。ボンネットの形状が原因なのか、とにかく遠近感がバグるので油断せずに運転しなければなりません。悪いところ4、その他細かいところ。例えば窓を開けるときはオートなんですけど、閉めるときはオートになりません。ドライブスルーの後とか手が忙しくなるので不便です。そしてハンドアが多すぎます。普通の車の感覚で閉めると確実にハンドアになります。これもハンドアです。車が揺れるぐらいの力で閉めないとハンドアになります。鉄の塊なのでパワー開閉しても問題なさそうですね。特にバックドアなんかもっとひどくてしょっちゅうハンドアです。悪いところ5つ目はボンネットが重すぎるところです。これは私の力不足が原因なんですけど、ボンネットがいかにも鉄の塊って感じで脚立を用意しないと開けられないんですよね。セキュリティの関係でしばらくエンジンをかけないとバッテリーが上がることがあるんですけど、充電器をつなぐのにも一苦労です。これは筋トレして力をつけるしかありませんね。ジムニーも納車されて3年が経ったので、ジムニーバージョンの紹介動画も作ろうと思います。ランクルとジムニーでこの3年間日本中いろんな場所を巡りましたが、次にやりたいこととして一軒一軒時間をかけてゆっくり回りたいです。それを目標に今後も楽しく旅をしていくので、よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。